はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、超特殊ロストコロニーボス戦徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットにオリジナルストーリーマップロストコロニーが実装されました。ロストコロニーのボス戦、今までと違う特殊なステージとなっております。一つのミッション形式になっておりまして、その中にいくつかのサブミッションがあるようなマップになっております。こちらを一つ一つ詳しくご紹介していければと思います。合わせてエングラムの解放についてもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず、ボス戦に必要なアイテムをご紹介していきます。ボス戦にはそれぞれガンマ、ベータ、アルファと3段階あります。ガンマの最低必要レベルがレベル55、ベータがレベル70、アルファがレベル95となっています。内容はどれも一緒となっておりまして、出てくる敵のレベルが変わってきます。アイテムに関しては、ガンマがマイナーアベレントシジル。ちなみにシジルは印象の意味ですね。アルファゾンビの脳、ネオファイトの角、シンクの印象、低級となります。ベータ少し変わりまして、グレーターアベレントシジル、アルファオシドンの頭蓋骨、アルファゾンビの脳、ネオファイトの角、シンクの印象、上級となります。アルファがプライムアベレントシジル、アルファオシドンの頭蓋骨、アルファゾンビの脳、ネオファイトの角、シンクの印象、プライムとなります。アルファオシドンの頭蓋骨、アルファゾンビの脳、ネオファイトの角は一緒なんですが、それぞれ印象に関してはランクがあります。それぞれのアイテムの手に入れ方なんですが、まず分かりやすいアルファオシドンの頭蓋骨。これはアルファオシドンを撃破すると手に入ります。アルファゾンビの脳。これはロックウェル地帯に湧いているレブナントの中からアルファレブナントが出てきますので、そちらを撃破すると手に入れることができます。ネオファイトの角。これはオープニングにも出てきていたコウモリに似た生物なんですが、特殊な生物となっておりまして、ペットからの攻撃はほぼ受け付けません。サバイバーからの攻撃にのみ効果がある特殊個体となっております。スーパーターキーみたいなやつですね。これを撃破すると手に入れることができます。ただし何度か試したんですが、来週の資源ボックスのミッションで出てくるネオファイトからは角が出てきませんでした。あくまで自分の環境でというところにはなってしまうんですが、割と確実なのはオーレリアックスの卵ミッションなどからであれば出てくるかと思われます。そして特殊な印象なんですが、2種類あります。一つはアベレントシジル。これは街の外で起こるレブナントが襲ってくるタイプのミッション。クリアするとそれぞれランクに合わせてシジルが手に入ります。ガンマランクのミッションだとマイナーアベレントシジル。ベータクラスのミッションだとグレーターアベレントシジル。そしてアルファクラスのミッションだとプライムアベレントシジルが手に入ります。そしてシンクの印象に関しては主に都市部で起こるんですが、一応都市外でもいくつかミッションが行われるところがあるんですが、スロールが守っている拠点を攻め落とすというものになってます。これもそれぞれガンマだと低級、ベータだと上級、アルファだとプライムが手に入ります。この印象なんですが、これを見ていただいた通り、その印象の上位のものであれば、下位の印象と互換性があります。極端な話、プライムだけ集めておけば、ガンマでもベータでも
アルファでも使うことは可能です。ただしミッションの発生がそんなに多くはないので、それぞれで集めていただいた方が簡単ではあるかと思います。以上がボス戦を始めるために必要なアイテムのご紹介です。続いて始める前に準備することになるんですが、まずは恐竜たち。ここに関しては通常通り恐竜などを連れて行ってもいいんですが、この門をくぐって塔を登っていくようなイメージのミッションになっておりますので、結構な移動距離があります。なので恐竜を連れて行くのもある程度厳選をしないと割と大変です。できれば移動能力が高い生物の方が好ましいかと思われます。後ほどご紹介しますが、最後の方で少しソロで行くには辛いミッションがありますので、今回レックスで行くんですが、ちょっとレックスの移動スピードだと辛い可能性があります。準備する生物としては割と移動能力の高いマナ、ソル、マル、あとティラコレオとか、そのあたりを準備した方がいいかもしれません。その他ですね、恐竜を連れて行けない場所がいくつか存在します。完全にサバイバーで戦わないといけないシーンが出てきますので、サバイバーの能力を戦闘ぶりにする必要があります。何を持っていくかによるところはあるんですが、体力とスタミナ、あと近接攻撃力が上げれるのであれば上げた方がいいです。重量を振らないといけない部分がありますので、この辺ステータスをよく考えて振っていただいた方がいいかと思います。ただ重火器に頼らず近接で戦わないといけないシーンが1箇所ありますので、近接はできるだけ振っておいた方がいいかと思います。できればシールドも準備しておくといいかもしれません。以上が準備するものとなります。ではですね、今回に関してはミッションの流れとしてはガンマでご紹介していきます。その後それぞれベータ、アルファと戦力は強くなってくるんですが、そこに関しては内容が一緒なのでエングラムの解放内容の確認だけしていければと思います。あと今回は流れの解説となりますので、一旦レックスでどれぐらいできるのかという部分を含めてレベル1531チートレックス君を無敵にして進めていこうかと思います。ということで実際にガンマ戦やっていこうかと思います。まずは必要アイテム数集めていただければ起動します。ここからミッションスタートとなりまして、いつも通りドームができます。これで塔の中に召喚されますので、Transmit it to me, and then we'll see about getting you out of that nightmare too. What have we here? A wayward pet has finally found its way back to us. How could I ever again trust such a disobedient and ungrateful cur? 進んでいくとヘレナとロストキングから話しかけられる流れになるんですが、時間としては1時間のカウントが始まります。このように拠点を蛇行しながら進んでいくことになります。My doors are no longer open to you, alas. And I'm afraid the penalty for trespassing on royal grounds is quite severe. Better stay alert for trouble while I try to pick his locks. Do what you can to stay alive while I keep trying to get you inside. 一つ目のミッションとして26体のガーゴイルの撃破となります。敵の強さは150になってまして、デスモダスがいるので、ここに関してはですね、気をつけていただいてになります。You bought me time to crack the front gates. Well, what are you waiting for? Get in there before he can lock you out again. すべて撃破すると先に進めるようになります。Once again, you have accomplished the impossible. Do you have someone on the inside helping you? While I look into that, I'm restricting all access but my own. My children will be there soon.
to show you out. ここからはスロールたちが襲ってきます。 Better get ready. スロールたちに関しては、ここで処理しなくてもミッションは進むんですが、倒しておいた方がいいです。一部恐竜が入れないスペースがあるので、恐竜を置いていくことになります。ポットにしまうと出すことができなくなりますのでご注意ください。スロールの強さ、ガンマが30、ベータが180、アルファが300となります。このミッションに関してはですね、3つのスタート地点に入ればスタートとなります。この部分に恐竜で入ることができません。スロールたちも出れないので先に倒しておきましょう。恐竜を放置していかないといけないので、極力外のスロールは倒しておきましょう。中に入るとボスが現れます。ボスのレベルも一律150となってまして、どの難易度でも一緒です。炎系が一番厄介ですね。The override code. Find the rest of it. And he's mastering encryption key. 倒すとミッションが表示されまして、オーバーライドコードとマスターオーバーライドキーを探すというところで、まずコードの断片を探すという話になります。コードの断片なんですが、ミッションスタートする場所がですね、各部屋あるんですけども、ランダムで3つ選ばれます。各部屋ともう一つ、ここになるとですね、オシドンとの戦いになります。何が出てくるかは運次第ということになりまして、ガンマ、ベータ、アルファで変わるわけではなくて、ミッション入った時にランダムで選出されているようでございます。一番厄介なのはさっきの炎とマンマークスマン、スナイパーですね、が一番ボスとしては厄介だと思われます。That's more code. Keep looking for the rest. ここ恐竜で入ることはできないんですが、入り口にスロールたちはたまりますので、倒してから入るのがベストです。このマンマークスマンが一番厄介ですね。遠距離攻撃になりますんで、近寄ると離れてしまいます。なんで遠距離で攻撃する必要が出てきます。 We've got the whole override code. Now all we need is his master key. That might be on some random thrall. Your best bet is his administrative wing over there. 3体倒すとこのようにですね、最後のミッション場所が表示されまして、 The wing's too narrow for most of your takes. So you're on foot from here. Make sure to understand there's million after that. マスターオーバーライドキーを取りに行くことになります。この場所は固定です。ちょっと待つ必要はあるんですが、先にこのようにですね、スロールたちを倒して中に入ると割と楽だったりします。倒したらサバイバーで中に入りまして、ちなみにこの扉なんですが、ウルフでも通れないので、おそらく恐竜で入るのは厳しいかと思われます。転送解除されてパイロメインとかならもしかすると来れるかもしれません。You found the master encryption key. Now I can decrypt the override code. Open sesame. Let's hope that's the last lock I need to pick. あとは恐竜のところまで戻りまして移動するということになります。結構行ったり来たりしないといけないので、追従で連れていく場合ですね、あんまり恐竜いっぱい持ってくると結構辛かったりします。ただし少なくてもそれはそれで結構辛いところがあって難しいところですね。 You do realize you can't win, don't you? You're all alone against an entire kingdom. So be it. I'll be waiting for you in my great hall. Ignore him and head in under that stuck door. Remember, our main goal here is getting to the Codex before he realizes that's what we're after. Why would you go out there when you were just shy of my great hall? Where are you going? You've definitely got things attention now.
He's forming more floors. ここからスロールがまた出だすんですが、ここは別に倒さなくても一応先に進むことは可能です。I'm sorry, Survivor, but there's no time to catch the boot. Inside to the moon, of course. Chipari. You were never. Codex. Why? Unless. Tell your dearest friend. She can't do that. He seems to have an endless supply of soldiers to sick on you, doesn't he? 水中で恐竜が落ちる可能性もあるので、かなり気をつけないといけないところですね。Look out! The gargoyles! ここからはボス前の最後のミッションとなりまして、ガーゴイルで襲っていきます。14体。この戦いで一番辛いのがですね、バジリスクいるんでそこも注意しないといけないんですが、ロックエレメンタルがいます。あとさっきのスロールも一応追ってきますんでね。この撃破が一番辛いところになりますね。なので割とティラコレオとかですね、その辺で来るのがいいのかもしれないですね。This is it. The Codex is somewhere on the other side of the store. You just need to get to it before the Lost King does. ここをクリアすると集合という場所に全てのメンバー集まる必要があります。最後クリアしてから10分しか残り時間がありませんのでご注意ください。ここからがボス戦となります。今回はムービーはカットします。Try to at least make this amusing. We haven't had a real challenge in こ ages. こからはボス戦となります。 You won't stand a chance as long as he's airborne. But if you can overload all those pylons and force them into the ground, ロストキングとの戦いになるんですが、基本的にロストキングはレベル1設定になっております。スロールは襲ってくるんですが、まずやることはこの4つのパイロンを倒さないといけませ one ん。 down, 3 to go. At this rate, you'll ground him in no time. しばらくするとパイロン回復しますので、極力急いで4機破壊しないといけません。これ恐竜で回る場合なんですが、レックスだと結構辛いです。ギリギリ回れるぐらいですけど、これ一撃で落とせるから回れるんですけど、このようにデスモダスで掴まれてしまう可能性もあります。最後の1本を撃破と。It's no use. My sanguine tech is self-repairing. これ時間がかかるとこのように最初のやつが復帰してしまってます。掴まれると割と間に合わないっていうことになります。ソロでする場合は指示出しで同時にするか、移動スピードが速い生物でやる方が好ましいです。火力なくても飛行のポンショなどで撃っていただいて撃破するのが好ましいかと思います。Now you can witness the power of the ring up close. 4つ無効化するとこのようにロストキングが降りてくるので攻撃する。 Steady now. Hopeless this is. Back to the air, Gigadesperus. Let my children deal with this fool. Focus on taking out his pylons again. 一定まで落とすとまたパイロン復活してギガデスモーダス空に飛んで上がってしまうので、もう一度パイロンを無効化してを繰り返すということになります。ギガデスモーダスに掴まれないように常に動いて撃破しに行くというのが必要になります。この面があるのでレックスとかだけだと結構辛いので、機動力がある生物で来る必要が出てきます。 How much longer can you fight on? You have none of my knowledge, none of my power. I've shown you I can struggle anything you do to. Despite all his bluster, his pylons are getting weaker with every regeneration. The pylon almost overloaded.
尺の都合があるんで飛んでまいりますね。で倒しますとロストキングからクイーンに変わりますね。 Win. What have they done to you? Survivor, please. I'm クイーン begging 出て you, くる you ん have で to すけ help ど、 her. Not wait, Mania, not again. クイーンに関してもレベル1固定にはなっているんですが、このように通常の兵器では攻撃が足りません。なので近寄らずに離れてる。 Minion almost took down the Lost King with that tech spear 1,000 years ago. エレナの話が終わるまで待ちましょう。 With Edmundian during his time here. So she might just be vulnerable to it. Go get that spear, Survivor. これでここにですねテックスピアがありますので、このテックスピアで戦うことになります。エングラムは持っていないんですが使える状態になっておりまして、エレメントなくても使えます。一定ライン与えるとこのように回復入りますので、これに関してはですね、縦に伸びているところ、この光のラインを攻撃すればキャンセルできます。 No, I am the lost queen. ここから少し話パートになりますので、この間に回復しましょう。 Before your queen. この状態で攻撃できるようになるので攻撃します。光つながる前でもロストクイーン攻撃しておけば Your name Damage is 与えれ Lee ますので。 Mei-yin. You were born just before the time of the Three Kingdoms. Your parents were murdered by the Emperor. You were raised in secret by your grandfather to be an unyielding warrior. So much pain. I will not suffer such loss. Not ever again. この間に回復しておくといいでしょう。いろいろ攻撃しますので、ロックかかってないところだと攻撃をキャンセルしたりとかもできます。 He fought by your side in the Yellow Turban Rebellion. He believed in you. Everyone did. You were a leader. Han. No. That life is gone. Stop this! Before your queen. テックスピアいろんな攻撃あるのでローカルで練習しておくのも一つかもしれませんね。ネオファイトも襲ってくるので場合によってどこを攻撃するか決めていただければと思います。 Noblewoman. Xin Shui. You were going to run away together to escape judgment. But she betrayed you. And you vowed never to love again until... I don't love. I can't love. It's a weakness. Get out of my head. Tried to get you to factory in the thing they're trying to get in front of us. You vowed never to love again until you met me, Helena Walker, on the Ark. We were opposites in so many ways, but we made each other whole.
You saved my life countless times. I did love you, but you left me behind. Alone! We've been with you always, Mei-yin. よく防御とかですね、弾くとかもありますんでね。Keep your distance from those red elements. It's terrible. Don't let up now. We're getting closer. When you saw Diana on terrace, a warrior as fierce as yourself, and you found love again. Diana. But her fate was my fault. I let her die. No. You saw that justice was done. Keep your distance from those red elements. There's something terrible. You decided to stay behind while your fellow survivors hibernated and try to find a way back to Diana and I. Why? Why would I ever want to feel that pain again? To love is to lose. Keep your distance from those red elements. There's something terrible.これで終わりですね。これ気をつけないと忘れがちになるんですが、いつも通りクレートに報酬が入っておりますので、忘れずに持って帰りましょう。そしてエレメントが入ってますんで、エレメント以外はいいんですが、アップロードされますんで、連れてきた生物にエレメントを直すのを忘れないようにしましょう。報酬は後ほどお話ししますね。ペットにエレメントも預けたら、ターミナルにアクセス、そしてアセッションとなります。続いて各ランクの報酬について、まずはガンマ。レッドエレメントが100枚。そしてロストキングのトロフィーと旗。ロストクイーンのトロフィーと旗。そしてロストキング倒した段階で手に入るんですが、ギガデスモダスの受精卵脳となります。ギガデスモダスの受精卵脳に関してはランクによって手に入るレベルが異なりまして、ガンマだとレベル100と115が手に入っておりますので、このあたりで割と前後があるようでございます。完全な幅はちょっと確認が取れていないんですが、おそらく次の段階から考えると100から120、30あたりの間かと思われます。続いてベータ。ロストキングのトロフィーと旗。ロストクイーンのトロフィーと旗は一緒でして、レッドエレメントが275となります。ギガデスモダスの受精卵脳に関しては、今のところ獲得しているのが140、160、180となっておりますので、だいたいこの幅の振り幅かと思われます。運次第ですね。続いてアルファ。ロストキングのトロフィー、旗、ロストクイーンのトロフィー、旗は一緒で、レッドエレメントが550枚、ギガデスモダスの受精卵脳が245レベルとなってます。これは2回とも245だったんですが、他のを見る限り割と振り幅があるかもしれません。ちょっと固定なのかはわからないところになるんですけども、とりあえず2回行って245となっております。あと、それぞれですね、
アセッションがございますので、サバイバーのレベルがガンマだとプラス5、ベータだとプラス10、アルファだとプラス15、レベル上限がプラスされます。そしてそれぞれのランクでテックエングラムの解放があります。まずはガンマ、レプリケーター、テックジェネレーター、テックの餌箱、テックテレポーター、ショー、テックガントレット、テックレッドとなります。あと、テックスピア、ギガデスモダスのテックサドル、プラットフォームバージョン、通常バージョンが手に入ります。続いて、ベータのエングラム解放としては、テック専用ストレージ、テックテレポーター、シュー、そして残りの防具として、テックブーツ、テックヘルメット、テックチェストピース、そしてテックライフル、以上が解放物となります。アルファのエングラム解放としては、テックサドル、ティラノサウルス、テックフォースフィールド、テックテレポーター大、テッククローン装置、テックシールド、以上となります。総じてトランスミッターの解放がないのと、建材系ですね、の解放がない感じになってますね。テックソードの解放もないんですね。ちなみにテックエングラムなんですが、ロストコロニーでテック菜園が実装されました。ただこれはですね、ボス攻略などでの獲得ではなく、レベル104になれば必要エングラム水瓶と旋盤、それと必要エングラムポイント32があれば解放は可能です。ただし作成に関してはテックレプリケーターが必要になりますし、作成にはエレメントを3枚作ります。また成長促進の能力を活かすためにはテックジェネレーターも必要となりますので、エングラム持ってない方は最低限ガンマの攻略が必要となります。他でテックエングラム取っている方であればレベル104にさえなればですね、テック菜園使うことが可能です。以上がボス攻略の報酬となります。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、超特殊ロストコロニーのボス戦について解説してきました。ミッション形式のボス戦となってくるんですが、通常のボス戦とは違い、恐竜に頼った戦闘っていうのが難しくなっております。もちろん活用できる部分もあるんですが、移動距離も長いですし、行ったり来たりしないといけない部分もありますので、結構ソロで攻略するのは難しいものになってます。またサバイバーで戦わないといけないという部分がいくつか存在しておりますので、サバイバーのステータスぶりも変えていかないと厳しいものになってきます。最終ロストクイーンとかはどちらかというとストーリー重視のバトルということになってくるんですけども、なかなか楽しいバトルにもなりますので、ぜひご活用いただければと思います。一応ガンマ攻略できればロストコロニー専用のエングラムとなっているテックスピア、ギガデスモダスのタドルなども解放はできますので、最低限ガンマクリアしてテックスピア楽しんでいただければと思います。またかなりボス戦ですね、ストーリーも含まれておりますので、これを機会にアークのストーリーにも興味を持っていただければ嬉しいです。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。